皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1973年に公開されたゴジラシリーズ第13弾、ゴジラ対メガロに登場するジェットジャガーを、20年後に、バンダイが発売したソフビと、50年後のゴジラフェス4で、復活して、ゴジラと渋谷で対戦した、ジェットジャガーや、謎のレッドアローンについてです。ゴジラ対メガロは、タイトル的にはゴジラが主役ですが、作品のパーセント的には、ジェットジャガーが主役で、ゴジラは、ジェットジャガーがメガロと、外眼2体に苦戦する大ピンチのラストに助けに来るだけであまり登場しなく、タイトルにはない、ジェットジャガーが本編内容的には主役の作品でした。ジェットジャガー、360度回転、謎のジェットジャガー、ジェットジャガー、ジェットで発進、ジェットジャガーは、本来は180センチの等身大で、電波操縦で動く人間型万能ロボットでしたが、奇跡的に、自我に目覚め、自立行動を開始して、巨大化までするという、科学的には謎の多いメカロボットで、メガロや外眼と戦い、ゴジラと組んで、正義を守る活躍をした、当時も不思議な巨大ロボットでした。ジェットジャガーは、青年電子工学者の伊吹五郎が開発した、特殊合金製のロボットで、体内の良心回路に、正義の意志が芽生え、自我に目覚めて自立行動を開始したという設定で、巨大化もします。身長は180センチ、重量150キロから、巨大化すると、身長50メートル、重量25000トンになります。伊吹博士の研究所から、電波操縦で操作で動きます。目はテレビカメラになっていましたが、自立行動できるように変貌します。飛行能力があり、マッハ 3.5 で飛行できますが、なぜか飛行時の未頭部のアンテナを展開します。動力は小型原子炉を胸に内蔵しています。また、ゴジラと会話も可能な怪獣語を話すことができます。ジェットジャガーの顔はどう見ても悪魔顔でハンナのような表情をしていて、全体的には正義のロボットっぽいのに、顔はマダクなので、当時の子供も戸惑う存在のキャラでした。また映像にはないですが、設定には口からは液体窒素を吐く設定があるので、口はマジンガー Z をモチーフにしたのかと思われますが、パッと見は笑った口元に見えてしまいます。名前にはジャガーとありますが、ジャガーらしい部分は見当たりません。あるとしたら、目がテレビカメラになっているという設定のように、自動車のパーツをマスクに組み込んでいるので、夜行性のジャガーの光る目という部分からのネーミングなのかもしれません。ジェットジャガーは、デザインが誰なのか謎のキャラクターで、モチーフの一つは、怪獣レッドアローンと言われていて、声優ストアと東宝アドセンターによる新怪獣応募に、子供たちが8000体以上の怪獣を描きました。おそらく、佐野くんが描いたレッドアローンが入選したとされ、ゴジラ対メガロに登場すると発表されます。一応、出演は嘘ではないのですが、人型ロボットとして、スーツが作られ、東宝チャンピオン祭り、ゴジラ対メガロの初期のポスターや宣材には、後のジェットジャガーが、まだレッドアローンという名前で紹介されていました。つまり、この時点で、レッドアローンが、ゴジラ対メガロに登場というのは、嘘ではありませんし、胸には、レッドアローンであった後として、赤い矢印が残されています。名前の変更理由も謎ですが、新怪獣応募の声優ストアというのは、通称声優と呼ばれる東京を中心とした、西武グループの総合スーパーで、当時の西武鉄道の特急の名前が、レッドアローだったのは確かで、エヴァンゲリオンのジェットアローンは、カラーもレッドアロー5000系に近い配色でした。また、怪獣のレッドアローンは、スーツが製作されたのかは明確ではなく、立体物は製作されたようで、ちびっこ怪獣大学という子供の学生を募集したバッジなどに、レッドアローンと思われる写真が使用されています。ゴジラフェス4は、生誕70周年の開幕を飾る大イベント、ゴジラフェス2023として、11月3日に、東宝のお膝元、日比谷を中心に開かれたイベントで、このフェスのメイン、完全新作特撮、ゴジラ4、オペレーション、ジェットジャガーの映像が制作され、公開されました。それには、ジェットジャガースーツ再現プロジェクトで、当時のジェットジャガースーツをクラウドファンディングで再現、ゴジラ、ファイナルオーズの、ゴジラスーツのゴジラと、渋谷で対決、正義の戦士、ジェットジャガーとしてスクランブル、出動する、巨大ロボットとして、大復活することになりました。
ジェットジャガーは、急遽名前を変更しているからか、ジェットという名前ですが、ジェット噴射で飛ぶ号車はありません。後々の設定では、つま先からのジェット噴射で飛ぶとの記載もありますが、つま先というのも、なんか変なので、復活版に寄せた感じで、格納庫からのジェット噴射での発進場面を再現したのでご覧ください。ジェットジャガーは、急遽名前の変更から、ジェットジャガーの歌までがレコーディングされ発売されましたが、流星人間ゾーンのような、正義のキャラとして、子供の人気を得ることはできませんでしたが、ビジュアル的にも、ゴジラシリーズで、異色の存在であったことは確かです。2021年4月から放送されたアニメの、ゴジラ、シングラポイントでは、大滝ファクトリーが制作した、搭乗型ロボットとしても、ジェットジャガーは登場していますが、サイズや設定などは、かなり現実味が多く入った、全く異なるリアルなメカロボットとして描かれました。レッドアローンとして誕生しつつも、同じ東宝映像の流星人間ゾーンや、東宝企画のゴッドマンなど、ヒーローブームの影響を受けた感じはあるので、ゾーンファイターと共にゴジラと握手したキャラとしても、ゴジラファンには知られているロボットでした。そんな50年経っても、再び新作映像が誕生する異色ロボットが忘れ去られない架け橋の一つになったバンダイのジェットジャガーのソフビの動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。